にちは、ずんこです。オカルトレジリエンスチャンネルを始めます。今回ご紹介するスレッドはこちらです。神社で起こった怖い話。このスレッドはスタートこそスレ主の釣りでしたが、よくある釣り話だったことは残念ですが、スレ主の釣り宣言後にスレッドは収束と思いきや、現役神主を称する方の書き込みをきっかけに妖スレへと変貌しました。それでは始めますね。俺、現役神主。みんな神主や巫女に夢見すぎ。まあ、不思議なことはたまに起こるけどね。不思議なことって？稀にあるその話聞きたい。詳しく。そう？じゃ話すけど、ただ怒ったとか見たってだけだから、オチはないよ。俺の5、6上の神主で、K さんという先輩がいる。入りたての頃に、同期の巫女たちと興味から、いろいろ神社の裏話を聞いたものだ。その一つに、幽霊見えるんですか？だった。K さんは、たまに見るタイプだった。彼の話によると、ほとんどの神主が幽霊を見ないし、幽霊払いができる神主は、喧嘩2人。しかも1人はかなり高齢で、生きてるかどうかわからないらしい。では次に、K さんに霊はどう見えるのか？だった。視界の見えるか見えないかの、ギリギリのところを横切る、黒いものがそうだと言っていた。でもそれって、よく言われてる話だよな。本当に見えてるのかなと、その時は思った。K さんはその後、少しずつ力が上がったのかもしれない。俺が初めて人形を見た後で、俺と K さんは同じタイミングで、同じものを見た。その後 K さんは、夜景の時に同じ場所で、線香の匂いを嗅ぐようになったそうだ。気づいたんだけど、霊が出る前って、匂いがするみたいなんだよな。後にこれは、霊臭、というものだと分かった。霊臭はその後、俺自身も感じるようになったが、それはなかなかすごい話になるので、また今度。ある日 K さんは、参籠客の接待に行った。神主が最低一人は行って、挨拶してこなければならないのだ。K さんが参集場、参籠客用食堂に入ると、6人掛けのテーブルに、おじさんおばさんたちがすでに席についていた。長旅の後でゆっくり風呂に浸かって、目の前の食事に目を輝かせる参籠客たちは、いつもの風景だ。ところが、K さんが席についてもう一度客席を見ると、参籠客は5人になっていた。あれ？今そこに、もう一人女性がいらっしゃいませんでしたか？と聞くと参籠客は、我々5人ですが？と答えられた。あまりにもはっきり消えた人の特徴を覚えていた K さんは、その話を参籠客に伝えると、参籠客たちは驚いて、それ、〇〇さんだ。本当は今日来る予定だったんですけど、体調崩して来られなくなったんです。すごく楽しみにしてたんですよ。と教えてくれたそうだ。いわゆる生き量なのだろうか。霊能力って、厳しい修行をしたものとか、清らかなものが、そういう力を持つのかと思っていたが、この神社でその考えは捨てた。K さんは仕事もそつなくこなすし、他の職員からも頼りにされる存在だ。しかし不潔なのだ。物理的にも精神的にも。同期で変なものを見たのも秘書女ばかり。何かきっかけがあれば、案外誰でも見るものなのかもしれない。霊臭については、以前霊感のある K さんから、霊が見える前に来るもの、として教わりました。実はこれ、れっきとした霊感の一つで、霊を視覚ではなく、嗅覚で感知するものらしいです。敬語長くなるので、ちょっとやめます。K さんは、神社を閉めた後で夜景をしていると、毎度同じところで、お線香の香りを嗅ぐと言っていた。そこは宿泊者の部屋が並ぶフロアで、宿泊者がいなければ、非常口と屋内消火栓の明かりしかなく、懐中電灯で、一人点検して回るのだ。来客のあった部屋を中心に、異常がないか見て回ると、いつも2階の廊下に、お線香の匂いが充満しているそうだ。煙はない。ましてうちは神社なのだから、お線香自体ない。他の階は大丈夫なのに、2階はすごいらしい。霊が現れたら、大原への言葉でぶっ飛ばしてやる。と息巻く K さんだが、未だ姿は見てないそうだ。どうして霊臭を、霊が見える予兆と思ったのか謎だが、この話をされた時に、俺にも心当たりが一つあった。うちの神社は山の奥に奥の院がある。平神主は、寒さの厳しい時期に、
ここの掃除に行かなければならない。道と言えるようなものはなく、尾根の上の少し削れたような部分が、道に見えなくもない。足場は悪く、木も低木しかない。尾根伝いに下に向かうと、3カ所ほど松林の中を通るところがある。俺はいつも、この真ん中の松林で、お香の匂いを嗅ぐ。松ヤニの匂いでもない、人工的に作られたお香の匂いだ。K さんと一緒にそこを通った時も、俺しか気づかなかった。仏像でも埋まってるのかな？ K さんも興味があるようだった。今でも俺だけにこの匂いは感じ取れる。そこを掘る勇気はないが、うちの神社は、神仏分離霊の折に、どこかに仏像や経典、仏具を埋めたらしい。もしかしたら、もしかする。さて、霊臭の中でも、俺にとって最も重大な出来事が起きた。俺がゴンネギになって間もない頃、厨房の頃からしたい、通い続けた場所がある。上杉謙信の遺骸が眠る、上杉家病所だ。親父に頼み込んで連れて行ってもらっていたが、もはや、車を数時間ぶっ飛ばしていけるようになった。休みがまとめて取れそうな時は、特に用がなくても会いに行っていた。我が社の大祭の直前に休みが取れたので、姉貴と共に病所に行った。姉貴はあまり武将とか興味なかったが、上海の辛味噌ラーメンが食べたかったようだ。病所に行く際は、一つの決まり事がある。それは姉貴の会社で作ってる、絶品大福と酒を持参すること。別に病所がそうしろと言ってるわけではないが、これらを用意すると、確実に晴れるのだ。たとえどんなに土砂降りでも、病所に着く寸前には上がってしまうのだから、持っていかない手はない。しかし迂闊にも、俺は大福にばかり気を取られて、酒を忘れてきてしまったのである。慌てて近くのコンビニに入り、酒コーナーを見るが、全国どこでも見かける大衆酒しかなく、他より多少良いかなと、樽酒のワンカップを選んだ。病所の事務所の方々に挨拶をして、まっすぐ謙信公のところに進む。謙信公の墓所を中心に、左右に歴代上杉家当主の墓が並ぶ。大福と酒を備えて、墓前のお焼香を済ませて、手を合わせる。その後、笛の上達ぶりを聞いてもらうために、神楽笛で数曲演奏してから、大福と酒を片付ける。大福は事務所に持って行って食べてもらう。帰り際に振り向いて、そういえば謙信さんって、若い頃出家したことあったよな。高野山じゃなくて、うちに来れば逃げ切れたのに、などと考えていた。あ、今度うちで大祭を執り行います。おみこしも出るので、よかったらぜひ来てください。と思いついたままに心の内で語りかけ、姉貴と共に、上海本店へと向かった。休みも終わり、神社に戻って、祭典準備の仕上げにかかる。大祭前夜祭、本祭、滞りなく終えて、みこしと夜当日を迎えた。おみこしを出すのは昼前からで、それまでの間、ご祈祷もこなす。意外と大きい団体のご祈祷が入り、みこも神楽舞のために参進した。祭主が祝詞を上げている間俺たちは頭を下げているのだが、この時、奇妙な匂いが漂ってきた。甘ったるい、アンパンみたいな匂いだ。なんだっけ？俺この匂い最近嗅いだわ。しかし思い出す間もなく、祭儀を行わなければならず。ご祈祷が終わった後で、隣にいた後輩に、甘い匂いがしてなかったか尋ねた。いや、全然そんな匂いはしなかったです。そう言われて、他の巫女や祭司さんにも尋ねたが、みんな知らないという。おみこしを出す時間になり、天気、司会者役、が当たっていたため、匂いのことはすっかり忘れてしまっていた。何しろ、あちこちでカンペなしで、式次第を言わなければならない。顔のわからない役員も途中で消えたりするため、こちとら気が気ではない。なんとかおみこしの目的地、お旅所に着くと、すぐさまお旅所祭を執り行う。普通ならお旅所は街の中にあったりするが、うちの場合は里から離れすぎているので、お旅所も里の方角にある山の中だ。ここが俺にとっての一番の難所だ。顔も知らんのに、いる役員の名前だけを呼ばなければならない、無理ゲーが始まるからだ。ちなみにいない人の名前を呼ぶと、後で宮司からネチネチお叱りを受けるという、理不尽な罰ゲーム付きだ。なんとか玉串法典を乗り切って、安心した時、不意にまた、あの甘い香りが漂ってきた。そして思い出したのだ。これは俺が、謙信公の墓前に備えた、樽酒、の匂い。まさか、本当に来てくれたのだろうか？すると今度は匂いが変わった。わかる。
これは上杉家病所の、お焼香の匂い。こんなにはっきり匂いがするものなのか？まるで鼻のすぐ下にワンカップ？いや、お香を押し付けられているように、顔の向きを変えても、同じ濃さの匂いが続く。外で、しかも結構風もあるのに、こんなことあるのか？俺は再び後輩や、さっき一緒にご祈祷してたやつ、手伝いに来てるおっちゃんたちにも、匂いがしないか尋ねたが、やはり俺にしかわからないようだった。あれからだいぶ経つが、果たしてあの時の現象は、検診香が来て、俺に送ってくれた合図だったのか。はたまた検診香のふりをした別のものなのか、はっきりと確かめる術はない。それでも俺には、検診香に思えてならない。霊の寿命は400年くらいと、以前誰かが書いていたけど、信仰の対象となった人は、もっと長くなるのかもしれない。もう一つ。もしかしたら霊を感じる感じないには、相手である霊自身の意志が、関係するのかもしれない、と思った。さて、2年ほど前のことだが、朝に頻繁に参拝に来るご婦人がいた。ある時期から毎日のように通い続けて、顔を合わせれば挨拶もした。この人、訳ありだな。俺は直感的にそう思った。話を聞いてほしい人の雰囲気があるんだ。案の定、それから数日後に境内で会った時に、神棚のことで相談があると言われた。神棚の祭り方に関してはしょっちゅう質問を受けるが、この人は、別に話したいことがあるのだろうと感じた。はじめこそ神棚と仏壇の位置など、よくある質問だったが、話を進めていくうちに、身の回りで起きる奇妙な出来事の話題になり、その原因が、空き家になった実家の神棚にあるのでは？とご婦人は考えている様子だった。住む気がないなら神棚は収めた方が良いのだが、親族の同意が得られず、悶々としているみたいだ。こればかりは、親族と話し合って折り合いをつけるしかないが、頑固な親族を説得するためにも、彼女は神主の意見を聞き出したかったようだ。神棚の件は納得してもらえたのだが、彼女はまた、一月ほどして参拝に来ていた。なんでも、神棚の撤去に反対していた親族が、既得になっているらしい。彼女は、神棚をほとんど人のいない家に祀り続けることを良しとしない、神のたたりにあったのではないかと思い、我が社の神様に助けてもらおうと思って、来たそうだ。だがよく話を聞けば、だいぶ高齢の上、前から癌などを患っていて、いつでも、あの世にスクランブルできる状態だったらしい。生き死には大抵運命。とにかく、未来がどうか知る由もないのだから、せめて後悔の残らないように、今考えられる最善を尽くしては？という内容の話をご婦人にすると、納得したのか、しばらくの間帝国にお参りに来るようになった。それから3ヶ月ほどして、境内の指でを変えていると、鳥居とかご神木の縄についてる紙のやつ、再びそのご婦人に呼び止められた。既得だった親族が亡くなったのだという。空き家の神棚についても、生きてるうちに同意してくれたし、何より医者に言われた余命宣告よりだいぶ生き、前日は元気そうだったらしい。今回の件は神様のたたりとかではないと、ご婦人も思っているようなのだが、奇妙なことが相変わらず続いているそうだ。そういや気にしすぎの類っぽかったので、おかしなことの内容聞いてなかったわ。こちらから問う間もなく、ご婦人はどんなことが起こってるのか話してくれた。ご婦人は、毎朝車で出勤する駅前に続く、交通量の多い大きな道を通るのだが、途中に、複雑な分岐をする交差点がある。渋滞しやすい箇所なのだが、ご婦人はここに差し掛かると、いつも奇妙な現象に見舞われる。車の中に、焼け焦げた匂いが充満するのだ。窓は閉め切っているし、あの辺りで焚き火しようなんて勇者は存在しない。俺は、車のトラブルの可能性はないのか尋ねたが、そこを通り過ぎると、匂いは消えるそうだ。ちなみに、他のところではそんな現象はないし、車屋に見てもらっても異常はないらしい。こりゃあ、実中八苦霊集だな。しかも、ああ、この場所は、確か、焼身自殺のあった家の近くじゃないか。うちでお祓いに行ったのだ。さすがに衝撃的すぎてニュースになったし、大島テルにもバッチリ載ってる。しかし、俺も友達知人もよく通るが、そんな経験はしていない。嫌な匂いの霊臭は良くない霊と聞くが、どうしてご婦人だけが感知してしまったのだろう。由緒ありそうな神社の人も、大島テルで確認ってさ。ご婦人に起きたことは、おそらく全部関連性はなくて、ここの事象ってことだよね。
でも同時期に起きたら、関連付けたくなるのわかりみ。ご婦人に焼身自殺のことって話したの？さすがに話せないかな、繊細な人に。それ近所の、焼身自殺の人の例かもしれませんね。とか、ちょっと言えないわ。ましてうちでお祓いに行ったのに、まだいるってことだし。とりあえず車用のファブリーズとか、フランキンセンス香とか勧めといた。これは、俺が子供の頃から体験してるものだが、突然口が、俺にとって意味不明な言葉を紡ぎ、それが目の前の奴の秘密だったりして、大変なことになったものだ。成人してから落ち着いたと思いきや、入社より8年、とんでもないことになっていた。年末に帰省していた中学時代の友人が、4月頃に電話をよこしてきた。ありがとうな、おかげさまで助かったよ。危うく全てを失うところだったわ。全く想定していなかった奴の言葉に、俺は、何がよ？と返してしまった。すると、ほら、俺がそっち帰った時に、いい中古物件見つけたから、買おうと思ってるって言ったら、お前に止められたじゃないか。と言われたのだが、記憶にございません。覚えてないの？お前に言われたから、俺買うのやめたんだよ。飯食いに行った時さ。1年以内に、連動型の巨大地震が来る。日本、沈むかもな。って言ったじゃないか。そう、奴に会ったのは、2010年12月中旬。奴が家を買おうとしていたのは、勤め先の太平洋沿岸部。東日本大震災で、壊滅的なダメージを受けた地域だった。いつもこうだ。行った記憶がない。もしくはあまり覚えていない。行った時の記憶が少し残ってる時でも、あらら、そんなこと言っちゃう？と、自分でも驚くほど無神経な物言いをする。何にせよ、友人が一人助かってよかった。ガチですげえやつじゃん。でも予知しようとしてできるわけじゃないし、本人は覚えてないんか。大災害を予知して、事前に大勢に伝えられたらええのにな。それはすごく思った。実際友人は助かったが、大勢の方が亡くなられたし、その中には、俺がお世話になったおじさんもいた。当然友人も、周りに俺が言ったことを伝えていない。とてもじゃないが、俺、自信当てた、すげえわらわら。みたいにはなれない。もう一つあるので書くわ。当たりましたね。朝職場に入るなり、入り口付近にいた、巫女のいいちゃんにそう言われた。何のこと？と聞くと、いいちゃんはテレビを指さした。そのレポーターの話し方、ヘリコプターの音、スタジオからの矢継ぎ早な質問と解説。いくら俺でも、やばいことが起きてるのは分かった。遡ること2日前。夕方にお祭りの準備を終えて、くたくたになっていたところ、廊下で、新入り巫女いいちゃんに会った。いいちゃんは控えめだが、気遣いのできる優しい子だ。大丈夫ですか？随分お疲れですね。その優しさに応えたくて、大丈夫だよ、ありがとう。と伝えるつもりが、俺はまたとんでもないことを口にしてしまう。焦燥感。南西。いや、西か？大きなエネルギーの溜まりを感じる。海じゃない。内陸部。それって、地震ですか？この会話は少し覚えてる。余裕ある大人を演じるつもりが、わけのわからん予知をする、中二病患者みたいになってしまった。きっと疲れてるせいだ。勤務体制の問題だ。そう自分に言い聞かせて、俺は部屋に戻り爆睡した。もちろん、翌日には綺麗さっぱり忘れていた。平成28年、4月13日のことだった。そして翌日、4月14日、21時26分。熊本県熊本地方で、大地震が起きたのだった。その方角は我が社から西南西。血の気が引いた。あいにく、4月14日の夜も疲れていて、8時には寝てしまっている。俺がニュースを見て地震を知ったのは、15日の朝だ。さすがに気持ち悪くて、近所の霊感持ちの人に話すと、俺はいわゆる、霊媒、なんだそうだ。学生の頃に、同級生の秘密を口走ってたのも、そいつの秘密を知っている何かに、喋らされただけなんだろうか。俺の口が勝手に喋る条件が、いくつかある。半分寝てるような時、寝ぼけてる時、めちゃくちゃ眠い時、午後、今は夕方か夜、予知は地震のみ。他の災害や人災はしたことない。関係あるかわからんけど、うちの神社の祭神には、あまり知られていないが、
地震に関係するご神徳があるらしい。霊媒として焦燥感ってつぶやいたなら、地震を止めたい、止めれる力を持っている人の魂を媒介していて、その人でも止めれそうにないから焦ってる、ってことなのかな？もし地震を止められるほどの力を有するなら、それは神だろうね。ところで最近、予知しないんだよね。去年とか一昨年とか、大きめの地震あったけど、予知してないんだよ。なるほど。まあ神職なんだったら、神様が降りてくるのはそんなに不思議でもない。のか？これね実は入社時に、先代の宮司に言われてたんだよ。神職は神がかりしてはいけない。そうは言っても、ねっぺみたいなもんで、意識して止められるものじゃないんだよね。うちの神社には主催神の他にも、たくさんの神々が祀られている。しかも神仏集合時代の名残で、普通神社に祀られていない、仏教神もいらっしゃる。各々天と意向を表記する。ある日の夕方、巫女長が難しそうな顔をして歩いていた。何かあったんすか？と声をかけると、いやね、今しがた変な電話がかかってきたの。我が社は、実に変な電話がかかってくる率が高い。30分以上一方的に話し続けるじいさま。中二病をこじらせし者からの警告。パチンコで確実に当てる方法の問い合わせ等々。いい加減にしてほしい。またその類かと思ったのだが。それがね、受話器を取って、〇〇神社ですって言ったら、オタク神社なんですか？もしかして、各々天とか祀ってます？って言われたんだよね。それはおかしい。普通電話ってのは、相手がわかっている上でかけるものだ。間違い電話は除く。しかも普通、神社に祀られていない各々天まで当ててきた。はい、祀ってますよ。って答えたらその人。やっぱり、実はこの電話番号、夢の中で各々天が教えてくれたものなんです。ってすごく興奮してた。そんな昔話みたいなことあるんか、うちの神社。しかも、これだけでは終わらない。ある時は、サラリーマンが境内にポツンといたので挨拶をすると、営業でこっちの地方回ってたんですが、車の中でうたた寝してたら、夢に各々天様が出てきて、この神社を参拝するように言われました。と教えてくれた。ご祈祷を奉仕し終えると呼び止められ、あなたがご祈祷をしてくれるから、〇〇神社に行きなさいって、各々天様に言われました。と言われたり、俺の特徴を言い当てられた。とにかく重複するが、各々天が夢に出てきて、我が社を参拝するよう、あちこち営業して回っておられるようなのだ。もし読んでる君たちがこっちの地方に来て、夢の中に神様が現れて、神社参拝を促されたら、それは実中八九、うちのご祭神です。俺が疑問に思ったのは、うちのご祭神の姿は、他にも似たような姿の神様がたくさんいるのに、なぜ皆各々天だと分かったのかだ。めちゃくちゃ仏像マニアとか、神道オタクならわかるかもしれないが、一般人が見て、わかるものじゃないだろう。そこで、営業を受けたご本人に確認したところ、名乗られたわけでもないが、なぜかわかった、のだという。これは、俺が初めて霊らしきものを見た時に似てる。情報が勝手に頭に入ってくるやつ。普段我々が使ってるのとは、別の感覚で認識するようだ。これは最近のことになるが、夜、便意カッコラージを催して様式に着座。その間、何気なく扉の方に手をかざしてみると、指から湯気っぽいものが出てることが分かった。残像か？指と指をくっつけて少しずつ離すと、指先から、湯気が糸を引くようにスーッと伸びる。やがて上に登って消えていく。これは面白いと思い、トイレットペーパーを少し取って、扉の方にかざした。するとこちらにも、白いもやのようなものが立ち上がる。やはりただの残像かと思い、指の先と合わせてまた少しずつ離すと、糸の引き方が違うことに気づく。トイレットペーパーはほとんど糸を引かないが、指の方はよく伸びる。見え方は、指の輪郭より1、2ミリ離れたところに、白くはっきりした線があり、外側に向かってグラデーションになっている。白い線より内側は、通常見えるよりも、背景の色がクリアで濃く見える。白い背景だと、色が何色か滲んだように見えるが、それが何なのかは正直よくわからない。わからないが常に見えるので、暇な時には、何色なのかを見て遊んでいる。
今日は猫の日なので、猫の新総裁をやった時のことを書くね。みんなは葬儀と聞くと、お寺やお坊さんによる、仏式のものを想像するんじゃないかな。実は神道にも葬儀は存在して、これを新総裁という。8年ほど前に、学生の頃から飼っていた猫が亡くなったと、退職した B ミが泣きながら連絡してきた。だいぶ高齢で、俺も何度か会ったことがあるけど、生きながらにして発酵した匂いのする猫だった。B ミがどうしても、その猫の新総裁を頼みたいというもので、宮司に掛け合ったところ、あっさり OK された。まずは、獣ちゃんの魂が、死後どこへ行くのか調べ、神社にある重根菜の祭祀と、祝詞みたいなもの、人間用祭祀をもとに、B ミの猫専用の祭祀を書いていく。祭祀には個人、猫、の履歴や思い出を盛り込むので、B ミに話を聞きながら、エピソードをまとめていく。B ミの悲しみはとても深く、どんな辛い状況の時も寄り添ってくれていた、親のような存在の猫だったのだそうだ。しまいには顔をくしゃくしゃにしながら、本当は成仏なんかしないでほしい。神道なので成仏ではないんだが、ずっとこの家にいてほしい。と泣きじゃくられてしまった。神道だと、人は神より出て神に帰る。亡くなって50日になると、家系の神様として、ご先祖様がいるところに静まるが、意識は自由に動き回って、我々の世界を見に来ることもできる。うちの重根菜祭祀も、そんな感じに獣ちゃんたちを扱ってるので、B ミにも、猫がいつでも様子を見に来てくれるように頼んどくと言ったら、ぜひ、そうして、とさらに泣かれた。新総裁は滞りなく終わった。しばらくして、B ミの家に届け物があっていくと、猫が帰ってきたのとすごい勢いで言われた。あれか？寂しすぎて見る幻覚？ B ミが言うには、50日過ぎて、いつものように夕方リビングでテレビを見ていると、突然発光臭がしたという。慌てて匂いの元をたどるも見つけられず、気のせいかと思った瞬間、テーブルの下を、あの猫が走っていったらしい。猫はすぐに見えなくなったが、それ以来、ちょくちょく見かけるようになったそうだ。まあ、B ミがやばいから様子見に来てやってよ、とお願いはしたけど。早速とは、なんて律儀な猫なんだろう。B ミが泣いてる時に、いつもそばに来て、見守ってくれていた猫。今でも様子を見に、家の中に現れるという。いかがでしたか？霊習の話がありましたが、私もよく霊習っぽい体験をするんですよ。以前、車の運転中に、今まで嗅いだことがないような、五香のような、花のような匂いを嗅いだことがあって、その匂いがとても心地よくて、またぜひ嗅いでみたいと思っています。自分も霊習体験あるよって方います？コメントお待ちしています。今回の動画はここまでとします。次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。